こんにちは、カフアです。今回は、電気ケトルを新しく購入しましたので、こちらを開封から実際に使って紹介していきたいと思います。中身今すべて出しました。中には、日本語の説明書、電気ケトル本体、あとは台が入ってます。前回の動画でハリオの V60 というドリップケトルを買ったんですが、また今月もドリップケトル買ってしまいました。理由としては、今ここで撮影しているのは実は2階になっていて、ハリオの V60 を使う時は下のキッチンで沸かしてから今ここで撮影している2階まで持ってきて継ぐみたいなことをしていて、こういった電気ケトルをこの撮影スペースに置いてもっと撮影とか YouTube の動画を投稿していきたいなと思い、今回電気ケトルを購入しました。で、電気ケトルっていろんな種類があって、例えばヤマゼンとかバルミューダとか電気ケトルを出しているメーカーって様々あるんですけど、今回こちらのハゴーギちょっとイントネーションちょっと定かではないのですが、こちらを購入した理由としては単純に可愛いからで、可愛いだけではなく、コーヒーを注ぐ際の機能面もかなり優れていて、見た目良い、機能的に優れているっていう点でハゴーギのドリップケトルを購入しました。まずは見た目の感想からお伝えしていくと、表面はザラザラとしたマットな加工がされていて、色も真っ白というよりもちょっとクリーム味がかかったオフホワイトのような形になってますね。伝わるかちょっとわかんないですけど、これまで使っていた月うさぎ印のドリップケトル、これってなんとなく真っ白な感じに対して若干クリームがかってますかね。この持つところと蓋のところに天然木の加工が施されています。で、説明書には天然木のため色、木目は個体差がありますというふうに表記があるのですが、多分本物の木ではなくそういったプリントのような感じがしています。注ぎ口に関しては先端が割とシャープな印象なので、お湯も注ぎやすいかなという印象です。ここに蒸気口が小さく設計されているので、親指にぶつからないようにしないとちょっと熱い蒸気がかかりそうですね。今本体の重さを測ったのですが、本体は 613g というところで、ちなみにこっちが今 380g でした。容量も 0.8 リットル入るというところで、若干の重さは感じるものの結構持ちやすいのでそんな重くは感じないです。続いては電源プレートの説明をしていきます。電源プレートはボタンが4個あって、一番大きいところは表示パネルとなっています。で、今上にケトルが乗っていない状態になるのですが、この状態でボタンを押しても反応しません。このボタンを使えるようにするためにはケトルを上に乗せてから電源ボタンを長押しすると電源が入るようになっています。で、今ケトルを入れた状態で電源ボタンを入れると、もうその時点で自動的にお湯が沸騰し始めます。もう火が入っている状態です。今操作パネルが37度、38度と上がっていっている様子が見えるかと思います。はい、今デフォルトの状態が100度の設定だったので、今100度に沸騰しました。今ブザー音がピーピーと2回鳴ったので、これで完了ということになります。今初めて沸騰させる作業を行ったのですが、初めて利用する際はお湯を沸かしてから捨てるを何回か繰り返してから実際に使うようにします。今1回沸かしたのでこれ捨ててきます。本体は熱いです。設定温度を変更したい場合は温度マイナス、温度プラスを使って温度を調節していきます。試しにじゃあ93度くらいで調節してみます。
はい、今93度に設定していたので93度になって、ストップしました。で、ちなみにこのお湯を沸かす際にケトルの中の水温より低い温度の設定はできません。例えば50度のお湯を入れた状態で40度に設定しても冷やしてくれる機能はないので、そこは注意してください。最後に保温モードの説明です。電源を入れてから保温ボタンを押します。最後に保温しておきたい温度、今回は93度に設定するとお湯が93度までまず沸騰させてくれます。今保温モードが点灯したので、この後93度になったらその温度を維持してくれるような働きとなっています。じゃあ今設定温度の93度で停止しました。で、ここから保温モードが最大30分まで利用できます。保温モードの動き方が分かっていないのでちょっと様子伺ってみます。ちなみに今93度で設定したものが本当に93度かっていうところをデジタルの温度計を使って見ていきたいと思います。今蓋を開いている状態なので設定温度93度に対して温度計92度を示しています。これ蓋をしていたらもしかしたら93度ちょうどになるのかもしれません。保温状態は設定している温度より下がったら自動的にまた熱を入れて93度に戻そうとしてるみたいです。今せっかくお湯を沸騰させたのでこれからコーヒー入れていきたいと思います。今日はもう夜なのでデカフェを飲んでいきます。今豆をひいてる間にもう何分か経っていたのですが、初めに93度で保温モードを設定したのでずっと93度を保っていてくれました。じゃあ実際にコーヒー入れていきます。湯量の調節が思ったよりいっちゃうかな。こんだけ細く90度近くまで落とすことができそうです。じゃあいただきます。甘いね。はい、ということで今回この羽合の、電気ケトル使っていきました。ちょっといいところと悪いところをまとめていきたいなと思います。まずいいところは見た目ですよね。この可愛らしい見た目、女性の部屋なんかあったらこの白なんか特に可愛らしいんじゃないかなと思っていて、色違いでブラックカラーもあるので、ブラックはブラックでとてもシックな感じでかっこいいので見た目気に入りました。で、注ぎ口に関しても結構鋭くできているのでお湯を注ぐ際はとても注ぎやすく、なおかつ狙ったところに素直に向かっていくなという印象はありました。で、このプレートの機能面としても温度が40度から100度まで1度単位で設定できるのでかなり細かい調節が効くのは便利だなと思いました。例えば、コーヒーであれば90度前後で抽出したり、逆に日本茶であればもっと低い温度に設定して何を飲むかによって、温度を簡単に調節できるのはいい点だなというふうに思いました。あと保温機能ですね。最大30分というところなので先にこのケトルでお湯を沸かしておいて、今回で言えば豆をひいたりすることができるので、お湯を沸かすタイミングに合わせて他の作業をするのではなく、これは90度で沸騰させたらそのまま置いておいて他の豆をひくとかはゆっくり作業ができるので保温の機能もとても便利に思いました。続いて気になった点ですね。まず開封してすぐ思ったのがこの持つハンドルの部分と上の取っ手にあるこの木目調のデザインの部分ですね。
完全に木が貼られていると思ったのですが、これちょっとプリントした何かなのではないかという疑惑はあります。多分個体差のあるプリントが施されているというふうにちょっとここは気になりました。そこを求めている方は注意した方が良いかもしれません。続いて2つ目が、本体は結構質感が良くって、見た目も高級というかかなりしっかりした作りなのに対して、この電源プレートですね、ちょっと全体的にプラスチックで、何て言うんでしょう、チープというか若干簡素な作りになっているのかなという印象を受けました。この電源プレートにも高級感とか質感を求めている方は少し注意してみてください。続いて3点目、重さを測った際に 630g とお伝えしたのですが、バルミューダが 600g、 ヤマゼンが560くらいの重さに対して、この羽子木は 630g 程度でしたので、他の競合と比べて少し重いのかなというところです。でもそっか、長時間ドリップすることもないので、普通にコーヒー2杯分くらい入れる時間だったら全然使えるのかなと思います。はい、というわけで今回羽子木の電気ケトルを紹介していきました。電気ケトル購入で悩んでいる方に少しでも参考になれば嬉しいです。こんな感じでこのチャンネルではコーヒー器具の比較やレビューの動画を上げていくので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。